皆さんこんにちは、かっちゃんです。白菜ということで、今日は冬に旬の白菜と恒例の豚こま肉を使って混ぜて焼くだけ簡単こんがりシリーズ、こんがり焼き豚白菜を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は白菜 150g、豚こま切れ肉 200g、卵1個、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。白菜 150g を 5mm 幅程度に細切りします。切り終えたらボウルに入れて塩小さじ1/4を振り、白菜がしんなりし水分が出てくるまで塩もみします。はい。では白菜がしんなりしてかさが減り水分が出てきたら手で握って水気をしっかりと絞ります。水気を絞り終えたらみじん切りします。豚こま切れ肉 200g に1センチ幅に包丁を入れ細かく切ります。豚肉を切り終えたらボウルに酒小さじ2、味噌小さじ2、砂糖小さじ1を入れ味噌を溶かし混ぜ合わせます。調味料を合わせたら切っておいた豚肉、卵1個、片栗粉大さじ2を入れ卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。卵を溶きほぐし混ぜ合わせたらみじん切りした白菜を念のためもう一度しっかり手で握って水気を絞りボウルに入れ混ぜ合わせます。白菜が全体均一に行き渡るまでよく混ぜたらフライパンに油を引いて中火で熱します。はい。ではフライパンと油が温まったら合わせた食材をスプーンですくってまとめ、一口大の平らな円形にフライパンに並べ入れます。スプーンですくえる程度の緩さなので、うまく白菜と豚肉をまとめて平らな円形にフライパンに並べ入れてみてください。はい。ではフライパンに並べ入れたら、そこにこんがり焼き目がつくまで焼きます。はい。ではそこにこんがり焼き目がついたら返します。では返し終えたら弱火にして蓋をして3分蒸し焼きします。はい。では3分蒸し焼きしたら完成なので取り出してお皿に盛り付けます。OK。はい。ではこんな感じで混ぜて焼くだけ、豚こまで節約簡単美味しく作れるこんがり焼き豚白菜の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は白菜と豚こま肉を使って混ぜて焼くだけで簡単美味しく作れるこんがり焼き豚白菜を作ってみました。それでは本日はナスチューハイで乾杯。乾杯。美味しいなし。じゃあ早速いただきましょう。今回は恒例の豚こまを使ったこんがりシリーズということで、冬に旬の白菜をたっぷり使って簡単美味しく作れるこんがり焼き豚白菜を作ってみました。
じゃあもうしっかり味付いているので、このままいただきます。おいはく。めっちゃいい味。お手軽で買いやすい豚こま肉と旬の白菜を混ぜて焼くだけで簡単に作れて、しっとり柔らかな豚肉に白菜のシャキッとした食感がとても美味しく食べられます。白菜って結構水分が多いので、混ぜている間に水分が出てきたり、焼いている間に水分が出てきて、ベタついてしまうことがあるんですけど、塩もみすることによって、ベタつくことなく食材がうまくまとまり、綺麗に仕上がります。塩もみしてからみじん切りすることによって食材がまとまりやすく、程よく食感も残っているので、シャキッシャキッとした白菜の食感がとても美味しく食べられます。で豚こま肉に調味料や卵、片栗粉を合わせることでコーティングになり、安価に買える豚こま肉でもしっとり柔らかに仕上がります。でプラス卵や片栗粉で食材がうまくまとまり、スパンですくってフライパンに流し入れて焼くだけで簡単に美味しく作れます。で、ほんとつくねハンバーグのような感じではあるんですけど、豚こま肉を刻んで使うことによって形が残っているので、粗めのミンチを使っているような豚こまの肉々しい感じが食べ応えもあり、とても美味しく食べられます。で、あらかじめ味噌や砂糖も食材に合わせてあるので、しっかり味もあり、そのままで美味しく食べられ、味噌のこの奥深い味わいが豚肉や白菜にもよく合い、美味しく食べられます。じゃあちょいとからしをつけていただきます。からし合うわ。でしっかり味もついているので、そのままで食べてもいいですし、味噌とからしすごくよく合うので、ちょっとからしをつけて食べてもとても美味しく食べられます。本当おかずだったらもうそのままで食べて、ちょっとおつまみにしたい時は、からしをつけて食べるのもおすすめです。はーい。ということで今日は混ぜて焼くだけでお手軽簡単美味しく作れるこんがり焼き豚白菜を作ってみた動画でした。粗めに刻んでジューシー食べ応えのある豚こま肉にたっぷりの白菜と味噌の味付けがよく合ったとても美味しいレシピです。こんがりシリーズほんと個人的にすごくハマってていろんな食材で作ってるんですけど、混ぜて焼くだけで簡単に作れますし、一口サイズで食べやすいのでおかずにもおつまみにもお弁当のおかずにもおすすめのレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。こんがりからしつけたら最高のおつまみ。